はいどうも、ビバです。皆さん、アクアリウムを始めるきっかけって何だったでしょうか？かっこいい魚がいたからこれを飼いたいとか、水の音で癒されたいとか、アクアリウムを始める理由はいろいろあると思うんですけど、綺麗な水草水槽を見て憧れたっていう方も多いんじゃないでしょうか。水草水槽についてはいくつかレイアウトコンテストもあるように、10人と色や100人100色、作る人の数だけいろんな水草水槽があります。そんな水草水槽に憧れて自分も水草水槽を作りたいっていう方も多いと思います。ただ水草にも初心者向け、中級者向け、上級者向け、水草によって育てる難易度が全然変わってきます。今回はこれから水草水槽を始めるっていう方に初心者向けの水草1選お届けしたいと思います。1選ということから分かる通り、ほぼネタ動画なんですけど、ただこれから紹介する水草は本当に初心者の方でも育てやすいので、ぜひこれから水草水槽を始めたいっていう方は候補に入れていただければ嬉しいです。今回紹介する水草は育てやすいのと見た目が綺麗なのと増やしやすい。水草って植える本数少ないとちょっとスカスカになって見栄えが悪いんですよね。どんな水草でもボリューミーに植えてあげるとすごく映えるんですけど、今回の水草はボリュームもあるのでその点でもおすすめ。さあ今回紹介する水草何なのかというと、ポゴステモンデカネンシス。今回初心者向け1選ということでこの水草をおすすめしたいんですけど、僕自身もこの水草を導入したのは1ヶ月ちょっと前。それまではこの水草全然知らなかったんですけど、導入してみるとめちゃめちゃいい。ポゴステモンデカネンシスについて簡単に紹介。インド原産のシソ科の水草で、成長しても背丈はそんなに大きくならないようです。うちの水槽では20センチぐらいになったらカットしてしまうので、それ以上の成長についてはちょっと分かりません。見ての通り繊細で細い葉が美しい水草で、綺麗に育てるには強い光と CO2 添加が必要になります。ただ特に CO2 添加しなくても普通に成長はしますし、一般的なアクアリウム用の LED ライトであれば十分成長する印象です。水草水槽をやろうとして CO2 添加どうしようかなって悩んでる方でもとても始めやすい水草かと思います。では詳しくこの水草について紹介していきます。今水草のてっぺんを写してるんですけど、見ての通り細い葉が密集して全体的に広がるタイプの有形草です。ここだけ見てもすごいボリュームがあるの分かると思うんですけど、この水草葉っぱの数がめちゃめちゃ多いんですよね。有形草は水槽内に1本だけ植えるっていう人ほとんどいないと思うんですけど、この有形草は5本くらいまとめて植えるだけでもかなり密生感が出ます。今この映像では前列と後列で合計10株ぐらい植えてあるんですけど、これでも水草の奥が見えないぐらい密生しているのがわかると思います。他の水草で密生具合を比べてみると、こちらも初心者向けと言われる水草でグリーンロタラ、これは3列ぐらい植えてて、今見えてる範囲だと20株ぐらいはあると思うんですけど、それでも背景の黒が透けて見えてしまっています。比べてみると一目瞭然で、ポゴステモンデカネンシスは葉っぱが細いんですけど、葉っぱの数で圧倒しているので、同じ株数植えたとしてもそのボリューム感は全然違います。上から見るとこの水草の葉っぱの多さよりわかると思います。水槽の底が見えないぐらい葉っぱが360度綺麗に広がっています。これだけ葉っぱ広がると光も効率的に受け止めて成長しやすそうですね。続いて育てやすさについても見ていきます。初心者向けとおすすめしながら育てにくかったら話にならないので、今回この水草で育てやすいなと思った点をお伝えします。水草水槽では主にソイルというアクアリウム用の土が使われます。この水槽も現在ソイルに植えています。根元付近はこんな感じになっていて、ソイルの中を見てみると、根がすごいですね。実はこれ水草植えて結構早い段階でかなり根っこを伸ばしていました。植物にとって根を伸ばすっていうことはもう絶対ここで育ってやるぞという合図なので、この根の伸ばし方はかなり初心者向けかなと感じました。水槽変わりまして、こちらはメダカのボトルアクアリウム。ここにもポゴステモンデカネンシスが植えられているんですけど、見ての通りめちゃめちゃ綺麗です。メダカ上から見ること多いと思うんですけど、この水草上から見てもめちゃめちゃ映えるので、見た目もバッチリ。なんかメダカも卵とか植え付けやすそうな形してますね。
実際卵を産んだかどうかは確認できてないので、実際にこれ産卵床になるかどうかは分かんないです。このメダカのボトルアクアリウム、定称が砂利を使っています。これ確か津軽プレミアムかなんかだったと思うんですけど、ケイサとか大磯綱と同じく砂利なので全然栄養とかはありません。こういった定称で水草使うときは、こういった固形肥料、砂利の中に埋めて水草を植えるんですけど、見てください、このボリューム。ソイルだけじゃなくて砂利系の定称でも固形肥料を一緒に使うことでこんなに綺麗に育てることができます。 LED ライトもね、そんな強いもの使ってないんですよ。これはジェントスの育つライトかな。これ1頭だけでここまで綺麗に育つのはとっても育てやすい水草かと思います。上から見ると本当に綺麗な水草ですね。メダカ飼育者さんは上から映える水草ちょっと気になるかもしれない。そしてさっきも出てきたこの水槽のポゴステモンデカネンシスはどんな定称に植えてるかというと、なんとベアタンクです。ベアタンクというのはソイルとか砂利とかを入れずに魚をメインで飼育するアクアリウムのスタイル。このポゴステモンデカネンシスはちょっと増えてきちゃったやつをとりあえずキープしておきたいなと思ってこの水槽に投げ込んでるんですけど、見てください、この根の伸ばし方。この水槽は肥料とかも全然入れてないんですけど、すごいですね。本当は早くソイルに植えてあげたいんですけど、ベアタンク水槽に沈めてるだけでもこれだけの成長を見せてくれています。これはこの水草のタフさが現れてると思うんですけど、これだけタフだと初心者さんでもだいぶ安心して育てられるんじゃないかなと思いました。そして今増えた水草を適当に突っ込んでるって言ったんですけど、この水草すごい増やしやすいんですよ。というのもすごい成長が早い上に茎がめちゃめちゃ太いんですよね。今この映像のこの部分、もともと植えてた水草の茎があって、ここから上はカットしてしまいました。カットした部分をさっきベアタンク水槽に突っ込んでたらすごい成長してるっていう話だったんですけど、このカットした部分の横から新たに太い茎が伸びて、こちらも順調に成長しています。この増え方は有形層としてはありきたりな増え方なんですけど、このカットしたちょっと下から2本3本と新しい茎が生えてくることもあるので、1本の水草からどんどん茎が増えていくんですよね。これだけタフでこれだけ増やしやすいと、あっという間に水草水槽ボリュームを出すことができます。こっちの株はちょっと見づらいですけど、カットした後1つ2つ新しい茎が伸びています。このポゴステモンデカネンシスは本当にタフでボリュームもあって増やしやすい、しかも綺麗というわけで、今回は初心者さんにもおすすめできる水草1選ということでポゴステモンデカネンシスを紹介しました。いや、今回1選で良かったかもしれない。一つの水草でこんだけ紹介することがあったので、これ5選とかにしたら大変でしたね。他にもなんか初心者さん向けに紹介できそうな水草いろいろありますので、今後また動画にしたいと思います。一応まとめると、ポゴステモンデカネンシスがなぜ初心者さん向けかというと、一株でも葉っぱの数がめちゃめちゃ多いのでボリュームがある。そしてソイルでも砂利でもタフな水草なので育てやすい。そして水草カットしたところからどんどん新芽が出てくるので、成長スピードの速さも相まってとても増やしやすい。あと上から見ても横から見てもとても綺麗な水草なので、水草水槽やってる人はぜひチェックしてほしい水草です。この増やしやすさからメルカリとかでも結構出てるので入手性も高いと思います。ただ繊細な水草レイアウトをやってる方はすごい成長が早いので、ちょっとレイアウト制御しづらいかもしれません。根の張り方もすごいので、成長した株を引き抜くとき他の水草に根っこが絡まってしまうかもしれないです。そんな感じで今回はポゴステモンデカネンシスの紹介でした。もし他の水草も気になるなという方はチャンネル登録、グッドボタンいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。